の続きで、学校のスペイン旅行で4日間マドリッドとトレッドに行ったため、今回はスペイン中央部のトレドの町を象徴する剣と日本の刀の違いについて説明する。トレドの剣。トレドの剣は2500年前から有名で、ローマ時代からあったもの。銃の発明以来、現在の戦争で剣はもう使われていないが、観光客や映画制作者、収集家に売れ筋がある。トレドの剣は大半の剣と違って抵抗力と柔軟性があり、世界で一番いい剣の一つであると言われている。炭素を非常に多く含むテージュ川の水に銅を浸したことが秘訣のうちの一つであり、それによって銅に硬さと柔軟さという特性が与えられた。しかし、フランスの有名な小説三銃士や悲喜劇のルシッド、かつてのフランスの王シャルル・マーニュ、またはコロンブスの剣はトレドの職人によって作られたため、トレドの剣は文学的、歴史的にも有名である。剣の値段は仕事の細かさで高くて5万円にまで上下するが、お土産屋さんだと中国製の剣を半額で買える。細かい作業が多い剣作りは手間がたくさんかかり、指を2本なくしてしまった職人もいる。例えば、インサイダービジネスのマリアノさんによると、Hombre, si te cortas 2 dedos y te va a impedir trabajar, poco trabajas. このような伝統的なトレードの健康は、コロナなどによって観光客が減ったことなどあり、衰退しつつある。日本の刀。戦うための武器として長年作られてきた刀は、現在美術品として扱われている。競技には平安時代末期、今から1000年前に出現し、魔を打ち払う力があると考えられていた刀は、科学的、数学的によく考えられた仕組みとなっている。その理由は、刀というのは硬すぎると切りやすくなるがすぐに壊れてしまう。逆に柔らかすぎるとあまり切れないが折りにくくなる。そのため、作り込みという折り曲げて叩いて練る鍛錬で、炭素量の少ない柔らかい銅、芯金を内部に、炭素量の多い硬い銅、革金を外側に包み込んで一つにすることによって、折れず曲がらずよく切れるといった日本特有の刀が完成する。武士が命をかけられるだけのものであってほしいといった思いで刀を作る職人もいる。日本刀の平均価格は約17万円だが、歴史的に価値がある刀だと数百万円を超える。このように日本の刀の方がトレドの剣より値段は高いが、どちらも優れた刀剣として有名であり、細かい作業を重ね、時間をかけて作り上げた傑作である。